か煙出てる、煙出てる。あ、ストップ。そこに膝を乗せるんです。ちょっと待って、今ちょっと。もうやばい、もうやだ。そこの川の水で薄めたらうまくなるかな。雨で濁ってんだろ。おやすみ。付き合う前じゃねえあれ。だね。よっ。ここまでエンスト1回。交差点でエンスト1回。マニュアルルコさん。めんどくさいね、いろいろね。高速は楽っしょ、しかし。高速乗ってからは、まあ、普通の車と同じ感じ。あとね、なんか坂道の時にキャラバンとかボンボほど減速しないかなっていう感覚があったな。そこはやっぱターボ車の強みが出てんじゃん。どっちかというと乗用車に近いかもね、キャラバンボンゴに比べると。今日は寝床を作ったエブリーで、お二人車中泊を試しで行ってみます。はい。ちょっと荷物がね、すごい気になるね。やっぱとりあえず2人で2泊分ぐらいの荷物積んだけど、結構乱雑になっちゃうね、やっぱ。床下の収納にも結構積んだんだけど、まあ、釣り道具とかキャンプ道具とか積んだんだけどダメだね。ちょうど今日明日が曇り雨らしい。なんやそれ。なんやねん、修羅場ってんね。これでも下りだから大丈夫。なんか止まりたくなさそうだ。止まらないように進んでるね。頑張ったね。いや、頑張った。割と地獄だったね、さっきの道。1400円ぐらいした。いや、私のもバーガーも1400円ぐらいしたからそういうもんだ。もりもり系だね。美味しそう。なんつって俺行ったことある。あ、そうなの？有名なの？超有名。初めて聞いた。並ぶよ。あとでちょうだい。運転は達夫に選手交代しました。おっと、お願いします。雨だから登山貸し切り説あるよ。それを希望したい。花の丹沢で。あ、それっぽくね。あ、名水の里。これじゃない？どうやって右入るの？むず。城を座さすさんがあ、行かせてくれる。ありがとうございます。あ、あそこだよ、あそこだよ。奥に。おお、笹のつゆ。ギアの切り替えが鮮やかだね。だろ。鮮やか。乗り心地オートマでしょ。うん、滑らか。まるでオートマだろ。俺のマニュアル。ここスーパーとダイソーが一緒になっているスポットですよ。とてもありがたいスポット。はい、ロピア。スーパー、ダイソー、フロー。確かに全部揃ってる。ドラッグストア。私ここ前来たことあるんよ。ずぶ濡れやん。平日9時から24時。諭吉。反応がめっ悪めだよ。ちゃ強めに押して。バイバイ。昼さ、バーガー食べたのにさ、この後運転したことで全てのカロリーが消耗され尽くしたんやけど。ほら。え、あのエブリィすごくない？うん。スーパーリフトアップエブリィ。バンパーとか変えてる。あバンパーを短くしてる。あ、顎がなくなった。俺も20万でも前にウィンチつけようとしてた時は、あれに変える感じだった。そう、一回しか来たこと、はいはい、うん。なんだけど、すごいまた来たいねって言ってた。ちゃんとしたトイレがないから、ポータブルトイレがあるからもう大丈夫だねとか言ってたら、今日ポータブルトイレ忘れたよね。そう。あ、
未舗装ですわ。来た来これた。は立派な未舗装ですわ。あ、これだ。ちょっと飛び気味になるとガタンってなるんだ。やばいやばい。ローで行くわ。よくボンゴで前こんなとこ通ったな。だよね。確かボンゴでもこんな感じだった。だった。でもやっぱボンゴの時に比べたらこのガタガタ具合はマイルドだよね。なのかな。いやマイルド。パンクしそうで怖いけど、そのためのマットタイヤでしょこれしかし。だよ。だから燃費を捨ててマットタイヤを履かせてるんですよね。すげえわ道やっぱここ。今燃費5、6ぐらいです。ひどいね。セカンドの方がいいんじゃない？ひたすらローで走ってるけど。うわやば。10キロ切ったらローね。ああ、知らない？どっちでもいい。雨上がりの日に昼が出るらしい。明日いるかもね。そうそう、これ名水の滝。あ、これがもう組めるって話やつか。滅菌処理をしていません。沸騰させてから利用してください。これでコーヒー飲んだらうまそうだね。戸沢まであと 3.7 キロ。昼いた？昼捕まえた。なんか俺もなんかチクチク。あ、俺にもいた。なんかチクってしたと思ってる。あー、いたわ。靴のところに入ってた。昼の吸着力結構すげえ。チクってするなと思ったらいたわ。こんな外を歩いただけで昼出る。昼つく。ほら、昼がいる。昼いっぱいいるぞ多分。昼がいたことでテンションが爆下がりしてる。昼でテンション上がるやついないよ。ないよね。あんな斜面だったっうん。手前側が柵してある。でもその奥は入れそうだね。イエーイ、貸し切り。誰もいないね。なんか書いてある。当初ご利用の皆様へって書いてある。ここにカンパをお願いしますってこと。もちろんカンパはもちろんさせてください。あ、この基金にカンパをする。こんな柵昔なかったよ。この柵はなかった。いや、俺この柵から離れたいんだけど。だけど向こうはかなり傾斜がきつくない？あれ？私のウイカのエンストをさ、数えても分かる人だね。あ、こっち回転数が足りなかった。その辺はさ、プラマイゼロとさ、平らだったりしない？うん。ここだよね。ここに収めれば。
構問題なあ、ストップ。これにガコってなった。マジ？うん。これにガコってなったけど、まあエブリィさんは無傷みたいだタイヤね。が当たった？そうそう、タイヤがガコってなった。でこの石がずれた。危な。危なかった。でもでもこれフラットっぽい。ぽい。痛いよ。俺の2匹はいる。あのね、これでキャッて取ると取れるんだけど、これにくっついた跡がね、ちょっと待って。やば。やばい。ちょっと待ってね。いや大丈夫。窓を開けて。俺そんなやった俺そんななんか外いた？いたんだろうね。あ、デコピンでこれできるよ。マジ？うん。すごい吸い付き力じゃない？うん。びっくりした。もうやばい、もうやだ。この足の指の間とかにいないよね。あ、なんか血が出てるよ。し、血で滲んでるし、この靴下。くそ。靴下の上から吸えるのすごくない？2箇所吸われてるわ。肉器。ほら、こことここ。昼目が。じゃあ俺のところ合計3匹いたってことか。なんか結構ムカついてきた、昼に対して。俺別にムカつかないけど。あ、本当。普通の間に生きて感じ。ヒルってなんか血を溶かしてさ、固まりにくくしてる、もしかして。血を固まらせにくくする。ヒルに刺されたところに使えるかもしれない。料理する側が網戸にした。ついに実践デビューだから。貸し切りすごい。よし、OK。オッケー。いい感じ。もうちょい小さくてもよかったね、これ。うん。あ、いいね。はまってないで。あ、オッケー、入った。ちょっと前に引きながらうんやればいい。使わない荷物を前に押しやるっていう手順があるから、うん、この手順ないようにしたいな。理想は、めんどくさいよ。一人の時もやるけどすげえめんどくさいんだよ。なんかね、俺思ったのは、一人の時は助手席をあらかじめ倒しといて、もう収納にしちゃっときゃいいんだよ、最初から。ああ、確かに。それが俺一人二人の可変のいいやり方だと思う。タオル干し場も欲しいです。欲しいですね。そういえばこの手すりに干すしかないんだけどね、綺麗に干せないもんね、それ。簡単にウォークスルーできる。貞子スタイルにならない。助手席を倒して運転席はそのままにすると、運転席からもウォークスルーはもう簡単でした。助手席が背もたれになる。こう向こう側に助手席倒してさ、ほら、そういうこと？めっちゃ広く使えるよこれ。ここが食材とか置いてて、ここに水場ができた。照明が今サブバッテリーから電源取れてないから充電式のものを使うしかなくて、あとね、なんとこのテムのファン、イエス。テムのファンもこれかなり明るいから。これは気に入ってる。そう3段階。結構ビカーンとね。いや、みんなテムディスりまくってるけど、これはいい、かなり。あ、これは良かった。うんなんかやっぱ家でも使ってる。ものによるね。そういうこと、それが言いたくて。テムがどうのというより。あ、てかあれ、照明ベアボンズやめたの結局。まだ早い。弱めのが長持ちするね。うん。いや、めっちゃ広いよこれ。私は今このセッティングを調理モードに持っていきたい。寝床用のクッションとか着替えを助手席と運転席に今押し合っていて、後ろにあるものは調理道具とか水タンクとか冷蔵庫とかね。ここに冷蔵庫があって、これダイソーのテーブル。イエス。結構足グラグラだけど、まあ広くて軽くて使いやすい。俺一人の時これ結構使ってさ。ポータブル電源、さっき買ったなんだ、これ何その袋、食材か。で炊飯器、こっち側に網戸があって、これこの前作った換気扇、吸気になってるんで、こっちから空気が入ってきてこの換気扇から出るようになってます。で、
今回初、これが一番試したかったんだけど、この床。まず今走ってきた感じ、全然そんなガタガタする感じじゃなかった。まあ道はすげえガタガタだったけど。で、この下に結構収納がね、あって、ここに、ね、サンダルを入れておいたんで。居場所が、この1段上になってて、下にサブバッテリー。今、インバーターだけ使える状態になってる。インバーター。でここにいろいろ収納があって、寒かった時用の寝袋、掛け布団で、これイーノのバッテリーも予備1個出しとくわ。欲しい。なんかなくなりそうだもん。このベッド下にもちょっと、まだあんま入れてないね。全然入るんだけど、後ろから見るとこんな感じか。ここに雨だから今回使わないけど、明日使うかもね。外用の椅子とか、予備のペットボトルとか、虫除け、ベープ類、ダイソーで買ったゴーグルとか、なんかいろいろぶち込むことはできます。ここに中で15センチぐらいあるかな、高さが。入り口はちょっとこの 2x2 があって下がってるけど、純正の状態からトータルで20センチ弱底上げしてて、海子が直立っつうか座って背筋伸ばしたら、それでもまだ余裕ぐらいかな。俺はもっと座高高いから海子のプラス20センチぐらい上まで行くんだけど立つとそうなるこれダイソーのボックスなんだけど、食器とか細々したもの入ってます。ウェットティッシュとかコップとかガス缶とか、ガス缶の出しとく。出しとこう。で冷蔵庫はイーノの D10、 10リットルのすごいコンパクトなやつ。バッテリー駆動でやってます。バッテリーがずっと残り1メモリで頑張ってんの。この換気扇がいきなり初陣が雨っていうね。ここがもうちょっとなんか雨が滴ってるけど、上の方だけはサンバイザーに隠れてるから、今んとこ大丈夫かな。めっちゃ涼しい風入ってくる。入ってくる。あんまこれあげない。でこっち側はサブバッテリーがないんで、いろいろ積んでて、これね七輪持ってこようとして着火の道具とか持ってきたんだけど、七輪忘れちゃったから、もうこれは使えない。で釣り具とかをここに入れてます。これコンパクトロッド。ちょっとあさってぐらい釣りしようかなと思って。結構ここ広大よ。30センチちょいぐらい高さがあって、もうここから出し入れる。ただね、雨降ってるといちいち外に出てここを出し入れするのはだるいから、あんま車内で使わないようなものを基本的に置きたいね。でちょっと意外と蚊がいるから、このベープ焚いとこう。蚊いとこう。タンク外に置いといてもいいよね、別に。そうね、どうせ中でさ、使えないし。中で使わないから。タンクはちょっとここ忘れ物、計量カップがない。計量カップはこの中に計量カップ入ってたりしないよね。ゴミ置き場も撮影したいな。一人の時はもう最初から助手席をこう全力で前に倒して、ここを収納にしっぱなしにできたらいいな。2人の時はもう助手席をパーンって倒して、パーンって収納になったらいいよね。到着したらすぐに着替えるとか、いやそれここに前に置く必要がないぐらいに後ろに収納が作れたらいいけどね。上のスペースとか駆使したらできると思う。上とかここの横の上とか邪魔にならない部分に収納。ただし上を使う場合は座高との兼ね合いを意識してやんないと、そうそう、きつくなっちゃう。邪魔にならないよ。でマジでなんで飛べるのこいつ。あれじゃない、このズボンの内側とかに潜んでたとか。そうかな。すごくないこれ。なんかこれ寄生獣みたい。寄生獣みたい、ミギーみたい。今 24.8 度。だいぶ涼しいよ。超涼しい。もう海子の勘に任せるしかないよ、米は。完全にね、勘でこれをこれで 1.5 合弱ぐらいなんだろうって思う。米まずかったら萎えるよ。美味しい米食べたいもんね。でなんかちょっとこのお尻ら辺かゆいんだけど T じゃないよね。インバーター使うのに外に出ないといけないことが分かってしまったクソ仕様。クソ仕様だよこれちょっとコンセントを車内に作るか。あ、これね。そうこれだけで見たけど。ゴミ袋ポジションはね決めとかないと。気になってたあのお酒を。メインイベント、秦野の地酒を。夏笹シュワイ、すごい素敵なラベルなんだよ。こうやって。あ、プシュって言った。あ
炭酸なんだ、ね、泡が発酵中だから、結構しっかり炭酸シュワシュワめっちゃシュワシュワしてる。シュワリだけに乾杯。おお、これはうまいっす。私も飲む。なんだろう、ワインスパークリングに近い。スパークリングワインみたい、本当に、要は米ワインって感じだね。米の感じもするんだけど少し酸味があるから爽やか。これすごくうまいっす。めっちゃ好き。うまい。すごいこれうまい。これね、日本酒苦手な人でもグイグイいける。いけると思う。すごい薄味の爽やかなワインみたいな感じ。スパークリングワイン。薄味ってどういう意味？秦野の水を表現するためにこうしてるんだよ。何笑ってんだ。神奈川県唯一の盆地で湧水群のある名水の町秦野、その雄大な表丹沢の爽やかな地下水で醸す金井酒造店の夏のシーズンブランド、まるでスパークリングワインのように楽しめる夏にぴったりの清涼感ある薄濁り純米発泡生。これやっぱ俺が言ってることと一緒でしょ。神奈川の酒造は2軒目だね。だね。茅ヶ崎の熊沢酒造よりなんか言ってる。ちょっと他も開拓したくない？したい。俺ら神奈川ずっと住んでたのに全然知らなかった。そう。これはサブバッテリーで炊飯器は動かしてるんだけど、インバーターでね。 USB の換気扇は今回持ってきたこのペクロンの 300Wh のポータブル電源で動かしてます。かわいい。これね、めっちゃコンパクトで充電用のケーブル類が全部この後ろのバッグに収まってるからすごくいいんだよ。ケーブルって結構なくしちゃうじゃん。わかる。あれどこだっけな。これ後ろに一体化してるから、これ小さいしね、小さい。四角いし、持ち手もこういう風についてて、これ結構いいっす。なんか全然これつかないんだけど。そのまま何回かやるの。もうすでに何回もやってるんだけど。ほら、そうそう、それ何回か目でつくんだよ。傾いてるちょっと。すごく傾いてる。このダイソーのケーブル自体がちょっと真ん中がこうふにゃんってなってるような気もするから。でその4分に入る瞬間もう見てて分かった。分かった。うん。前輪も回り出してた。なんかね、走りがブーンってなんか変わった。豆腐も入れる？それもしかして。豆腐はないんだ。キャンプとか無理だったらこれ外飯とか。この雨。ちなみにマキタ。なんかリアハッチ開けててもこの辺から下立ってこないのがいいわ。エブリーさん。思った。キャラバンだとこれやるとこの辺からね、この辺に落ちてくんだよ、ポタポタ。わかる。結構気になるんだよね。これ雨の日も開けっぱにできるのは結構いい。シュワシュワだからね。この酒うまいっす。これ美味しいね。うわ、全然足りないし、明日もこの大きさで1本買っていこうか。ちなみにここ電波ありません。一切ありませんね。楽天モバイルもドコモも全滅です。ちなみになんかそこに一応公衆トイレがあるんだよね。すごく綺麗じゃないけど。昼にやられてた。見て、ここにね血がついてるって思ったらね、ここから見て。あ、本当だ。やられてたね、昼さんに。まあでももうあれ駆逐した昼じゃない。駆逐した昼はやりやがったのあいつ。やり済みなんだよね。血がついちゃったからね、さっきのとこどうしようもない。やだ。こっちはまあ余裕だけどさ、こっち心配だったけど雨入ってこないね、別に。そうそう、全然降り込んでくる感じない、ね、雨入ってきてない。素晴らしいじゃん。じゃあいただきます。最後のこれ仕上げが。最後の仕上げ、これは何でしょう。これはウーシャンフェンと醤油で作った味付け。ウーシャンフェン。パンって何世だっけ。わからん。
ウーシャンペンペン。いやもうなくなっちゃうよ酒が。そこの川の水で薄めたらうまくなるかな。雨で濁ってんだろ。ちょっと残念だわ、酒の量が。酒蔵のスタッフさんがわざわざここまで来てくれて、ここで車まで来てくれて、720ml の瓶がこれに入るか一緒に確かめてくれたんです。そうめっちゃ優しかった。で入らなかったんおですよ。店の方がすごく優しくて。完成だ。いただきます。案の定完成前にこれ飲み干すタイプ。あー超美味しい。超美味しいのできた。あ、うまそう。なんかとろみ入ってる。あ、うん片栗さん入れた。入れた。なるほどね。で見て、これ家のネギね、もう刻んできた。あ、家でね刻んでんの記憶ある。朝刻んでたの見たでしょ。見た。はい、これで。海子農園の自作のネギがね。海子農園のネギ。ねえねえ、私の畑のネギ見た。見てない。超でかくなってるの。あ、そうだっけ。めっなんかさ、ちゃでかい。他のやつってさ、ローズマリー遅くない？ローズマリーはめっちゃ遅い。発育遅くない？ローズマ発リー。育遅いで、バジルは早くね。バジルはめっちゃでかくなってる。バジルボーボーになってるよね。ボーボーで、パセリは食べられてる。あ、虫に。うん、なんかね、もりもりの芋虫みたいなのに、うんアゲハチョウの芋虫みたいなのに。パセリ食う虫なんているんだ。俺虫だったら絶対パセリ食わないけど。キャベツとか食べたよね。ニンニク食いたいわ。どちらかというと。ちょっとさ、私のね、完全目分量でやったからね、本当に失敗してるかもしれない。ちょっと柔らかい。いいんじゃない？いや、俺柔らかいの好きだよ。芯がなければ成功だよ。ちょっとこれ怪しい。あ、大丈夫。いける？え、うまいじゃん。明日どうする？ダイソーでカップ買う？あ、いいよ。もう目分量で。もう大丈夫。うん目分量でいける。結構さ、昔さ、目分量でやってたよね。前もね、慢性的に忘れてて。同じことが起きちゃってもうね。目分量マスターしたので言ってたもんね。こっから出し入れできるよ。これもう使わないよね、明日まで。ダイソーのこれ結構皮むね。うん。いただきます。で、私思ったんだけど、これをご飯に乗せて、そこに卵を乗せたら、あー、いいね。うまいなって。明日はなんと渾身のフレンチトーストだからね。うん。まずここに卵で卵入れてからおかずをぶち込む。あー、これから入りそう。いや、エブリィは改善点だらけで、まあ当たり前だけど発展途上だから今。いきなり作り込むんじゃなくて徐々に車中泊して実践で試しながら作り込んでいくっていうプランだから。そう、最初から 100% を目指さない。見て、美味しそうじゃん。見栄えいいね、そっちの方が。こっちはもうステルスだけど、卵ストレス卵。ステレス、ストレス、あ、スストレス卵。うまっ。うめえ。箸上げしたい。私頑張って作ったご飯だから。なんかめっちゃここに血あるんだけど。あとめっちゃカー飛んでんだけど。やばい、カオス。血みどろなんそれだけど。絶対私の血なんだけど。うまっ。この酒さ、うすげえ飲みやすいからもっといっぱいあったら無限に飲んじゃって潰れると思う。うん。あれはやばいね。だからこの量でちょうどよかったかも。危険。飲みすぎ注意。3分に1回ぐらい昼チェックしてるんだけど。あなたの昼はいないと思うよ。もうなんかやだ。お米全部入れていいの？うん。ちょっとだけちょっとだけ残して。飲み終わった。ですね。いるよね。しょうがねえんだけど。シンクいらないよね、シンクは。シンクつける余裕ないやろ。定番にシンクはいらないよねうん。軽く歯磨きたい時とかはあったら便利だけど。私は一人ああ、100均のあれね。そうそう、ロートをペットボトルにつけて。フロートにうがいを吐き出す。そうそう。あれ普通にできるもんね。石をここに置いて、ここに並べて乾かす。ティッシュがポンプはでもこれ、もうこれでいいんこだよれがあったらこれでいいんだよね。受けがシンクと排水場所が
あれば、ただねこのポンプ結構勢いがすごくてじゃんじゃん出ちゃうんだよ水が。あ、もう半分ぐらい減ってる。弱めにできないっていうのが弱点。まあ、ここは無尽蔵に水があるから大丈夫。帰り際にあそこで汲むのもできるしね。これ洗ったの？洗った。蓋も？あ、それ洗ったはず。汚い？なんかちゃんと洗えてない。結構頑張ったよ。できる限りのことはやったよ、俺としては。パンも別に使わないよ。テーブルとかも入るんじゃね？ここさ、ゴミ入れるよね。このマットを枕もいい。エッジメモリでさ、いつまでも粘ってるんだけどさ。ここに到着する前からすでに1メモリだったよ。蚊がいる。これ2個あるけど1個は俺が前から使ってるのに1個は新品なんだ。そう、これが前から使ってる。前から使ってるのはね、勝手に膨らまなくなっちゃってるから。ポンプあるんだっけ？あるよ。ここ開けるとプシューって膨らむ。ある程度膨らむ。ポンプ使えるの？本当に。あ、使える。違う。ライトに。これがそこに刺すの。そうこれここの細いとこから出てくるからここが吸気口なんだよ。全然パンパンじゃないよこれ。いいや、俺残り自分の口で空気入れるわ。口緩めたら勝手に膨張するはずなんだけど。鍵これボンゴで使ってた？これボンゴで使ってた。夏の幅足んなくない？いや寝床完成。完成。ああ気持ちいい。あれ？あ、もう眠いんだけど。眠いね。収納欲しいわ。欲しい。ここら辺がもうごちゃ。荷物の移動がめんどくさい。荷物の移動とかしたくない。まあ、今日は頑張って荷物全部どかしてちょっとだけ残ったのがそこにあるけど、この残ったやつらでさえごちゃってこんなになるよ。物の置き場を決めないとダメ。もう寝床を作るのでもう一苦労だからね。まずこれ膨らますのも結構だるかった。全然機械じゃ膨らまないし、結局口で膨らんだからね。あれダメだね。あれダメだよ。ファイナルおトイレ。この雨音はデッドニングしてある音だわ。違うよ。デッドニングしてないともっと鉄板が響くの。パンパンパンって。ほらこれポンポンポンって鈍い音だ。これはねデッドニング済みの証です。この音は。さすが。60センチ幅のモザンビークのキャンプ用のエアマットを2個敷いて、ちょうどだね。前の部分はちょうど、後ろは15センチぐらいここ隙間ができてる。ちょっと煩雑でこれごっちゃあれですけど恐縮ですけど、さっきも言ったけどこういうものとか荷物の移動せずに寝れるようにするのがベストだから、めんどくさいんだよね。めんどくさい。寝るためにいろいろ作業するのだからキャラバンは超節別してるけどめんどくさいね。
その寝るためにいろいろ物を動かすの。疲れてる時になんかいろいろやるのって本当にき本当につい。面倒くさい。K だからなおさらそれを実現するのは難しいんだけど、できたらすごいよでね。きるだけそれ楽にした。で、広さは今んとここれね、こうしちゃえばすごい広いよ、そりゃ。広い広い、うん、普通に2人でそう寝れますっていう感じ。60センチのエアマット2個敷けるから、広いですかなり。で間違いなく寝心地もいいこれ。だからそれは頑張った成果だから、頑張って荷物をどかした成果で、ここにもすごいいっぱい前に冷蔵庫とか前に置いてるから、ごっちゃーってこれすごいからね。そこまでやったらもう当たり前なんです。そこまで努力しないでこの快適な寝床を実現したい、それが目標でございます。パでそう快適な寝床ができてるのが理想だよね。じゃあこの寝床について一応説明すると、これはいつも使ってるダイソーの枕と枕カバー。結構いいよね。これはなんかボンゴで使ってたボンゴで使ってた敷きパッド。敷きパッド、シェードはね、これよく聞かれるんだけど、これなんか書いてあった、会津だって。会津さんのこれかなり、ボンゴでもこれ使ってたんだけど、裏が銀色で多分熱反射してくれる。で内側このフェルトみたいな、中に綿みたいなの入ってて、キルティング断熱性がすごい。でこれはベアボーンズのランタン USB 充電式。これ一時しのぎね。ゆくゆくはサブバッテリーから 12V 電源でこう照明をカチカチつけれるようにしたい。ほんで寝るときはこのカーテンを閉めます。これヒロくんがなんかつけといてくれた。ヒロくんカスタムで結構ね、私らはいい思いをさせていただいておる。これいいよ、このカーテン。一番下までマジックテープで留めれるから。これは助手席は結構前に倒してる。だからここは結構ボイテッドの寝袋を掛け布団にしてる。さっきの時点で23度とかあったから、朝方もっと冷えると思う。20度切るぐらいに冷えると思う。でこのね、床板を結構ギチギチにしてるから、こう隙間がないから携帯とかを落とす心配はない。これは達夫がかなり頑張ってカットしてくれた。でも今こっちを見るとね、若干こっちは空いてるね。でもこっちは空いてた方がよくない？だってそれがなかったらコード自体もインバーターにつなげなかったと思うし。ああ、なるほどね。で解除するときにこれで解除せんと盗難の P がなっちゃうんだよね。やりそう、マジで。気ぃつけよう。朝起きたらまず鍵を探す。耳栓をして寝るの？私は必ず耳栓をしていますので。この雨音聞いて寝た方が寝やすそうだな。それも素敵だね。ベープは焚きっぱ。俺もこうやって寝て横になってたいな。こうやってさ。それは最高だよ。このガリリースしよう。バイバイ。バイバイ。よかった。おやすみ。7時20分でございますよ。7時20分ですよ。私途中で結構寒くて。寒くて目覚めた。目覚めた。俺4時ぐらいに1回起きた。雨止んだじゃん。これさ、なんかしぼんでない？そう、なんか空気抜けてんだよな、ちょっとこれ。これっしょ？そっちは？超ポンポン。本当だ。これ思ったんだけど、これ良くない。しぼむのはもちろん劣化してるってのはあるんだけど、劣化すんなって話だよ。膨らませてこれしまう時もこれしぼませないといけないのかなりめんどくさいんで、俺は思ったのはやっぱ折りたたみ式のこうペタンペタンってな折りたためるマットがいいと思う。空気式じゃなくて。そう思いません？そういうの私この前探してたら
これ使ってるやついいよって言ってそれに認めあ、こ俺がこれを買った勧めたんだっけ。ですがそうでしたっけ。はい、このパタンパタンって畳むやつより小さくなるっていうのは利点だと思う。意外と小さくもならなくない？結構でかくない？これ畳んでも。まパタンパタンってねやるやつはさ、あれ座椅子にもなりそうじゃない？あ確かに。いや、いいよ、あっちの方がいいよ、絶対。あそう、ね。180度変わってるんですけど、ちなみに株で一人旅した時はかなり良かったの。地面でもうすごい寝心地がいいから。いや私ね空気抜けなかった方に寝てたんですよ。普通に寝心地よかったです。寝心地最高じゃない？寝心地は、ね、やっぱりこれ撤収の手間がすごい。今みたいに空気抜きながら丸めないといけないから。パタンパタン式だったらもうパンパンパン、はい、終了じゃん。膝を乗せながらやった方がいいよ。ここに丸めながら何が面白い？膝を乗せながらやった方がいいよ。丸めの丸めながら丸めながらそこに膝を乗せるんです。ちょっと待って今ちょっとまだ膝乗せないの？今面白すぎて膝を乗せる準備が忙しいね。答えがないかちょっとさなんと 22.9 度。寒い。真夏の車中泊になるかと思ったけど、全然じゃん。まさかの涼しいっていう。このポータブル電源は家出る時点でね 50% だったんよ。メモリあ、36%。サブバッテリーが今 13.3V で 97% まで減った。これ昨日使ったのは炊飯器で米炊いたぐらいだね。ホタ電を今からサブバッテリーからインバーター経由で充電します。まだこのサブバッテリーは電源の取り出しは 100V しか作ってないんで今はこれ使いますけど、ゆくゆくはシガーソケットの出力もつけてシガソケ経由でこういうものを充電できるようにする AC100V。イーノの冷蔵庫のバッテリーは USB の急速充電のポートで充電ができるんでポータブル電源から充電しちゃいます。370ワットこっちに持ってかれてます。川の水めっちゃ冷たいこれさ川で泳ごうとか言ってたけど多分ね風邪ひく。無理だね。この時点で高得点確定。まず張り付かないことが重要だから。フッ素加工されてないですよ。
それだけで結構難易度高いんだよ。スーパーで買った蜂蜜。他のよりちょっと安かった。いただきます。90点。あと10点は何が足りない？あ、間違えた。100点かも。中が火の通りが甘いかなって思ったけど、逆にそっちの方がいいかも。あ、とろみがあった方が。美味しいじゃない？それ。やっと叶いましたね。この景色を見ながらフレンチトーストっていう。めっちゃ曇ってるわ。ごちそうさまです。そして湿度 80% どころじゃなくて、90% だわ。マジ？そこの川の水汲んでも大丈夫かな。これ牛乳を入れるの？豆乳を入れるのが好きだけど、ミルクティーにしよう。乾杯。夏っぽくない？寒い。夏感ゼロ。これはちょっと想定外だけど、過ごしやすいよ。これで灼熱だったら結構きついもん。その代わり湿度がやばいけどね。そうだ、もう一個言うのを忘れてた。昨日ひたすらガタガタ道走ってきたけど、このバッテリー一切動いてなかった。本当だ。マジックテープで固定してるだけなんだけど、床に。このエブリィのバネのおかげでもあるかもしれないけど。あ、それもあるかもね。あとね、そう真ん中に置いたからね、前輪と後輪の間って一番振動が少ないところだから、それも良かったかもしれない。骨、あ、動物の骨じゃない？動物の頭蓋骨だよね、これね。どっか幼少の骨だね。前さ、この辺、その辺まで車で入れたよね。このフラットなところとかさ、全然地形が違う。地形が完全に変わってるね。多分大雨で川が増水した時に変わるんだろうね、地形が。冷たいっしょ。行った。向こうの方行った。そこ崖だよね。断崖絶壁。怖え。藻があるから気ぃつけて。腕だけの場所。うわ、やべえ。うわ、携帯落としそう。怖っ。何か50メートルぐらい直角よ。クモの巣が幻想的な感じになってる。大量になる。雲の。あ、雲いる？いるいる、ほら。あ、いた。結構小さい雲だね。300円。これを給水に使えると思ったんですよ。なるほど。逆に組み上げモードにして。ほら、来た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 。意外と時間かかるわ。うん。重くない？重くないそれ。一瞬だが。元の子もね、で残りをそいつにやってもらうと。そうそう。石吸い込んでさ、回らなくなっちゃった。やっちまったな。これ分解できねえかな。なんか取れそうだけど。工具とか持ってきてないもんな。
旦いいや、もう終わりにしよう。一旦終わりにしよう。次やるときはダイソーの網戸みたいのをこうフィルターとして巻きつけないとダメ。今ペクロンさんが 100% になってる。マジ？うん。意外と早いな。これ、充電がねクソ早い。だから一旦これはじゃあ外してインバーターを切って、ポタ電を充電したらサブバッテリーは 79% まで減りました。今から車を動かすんで走行充電をするはずなんで、走行充電をちょっとチェックしながら山を降ります。出発の準備もなかなか大変で、助手席とか運転席に置いてた荷物を荷室に1回置いて、でやっと出発できる感じです。前のシェードもまだ外してないね。そうだね。なかなかやっぱ物の移動が伴うといろいろ面倒くさいし大変だな。そういう手間を極力なくすように工夫していきたいです。なんか煙出てる。対角スタックだったね、あれは。対角スタックというと、四駆でもスタックするパターンがある。LSD を装着するとそれがなくなるっぽい。今たまたま前に行けたからよかったけど、前に行けなかったら結構積んでた。やばいな。前も後ろも行ける。40アンペアぐらい出てるね。39、39.8、お、40超えた。素晴らしい。なんかちょいちょい下がることもあるけど。酒造によってもう一回あれを先テープしてから行きたい。あまりにうまかったもん。あまりにうまいけど全然ではなくて、市役所車ってエブリィが多いのかな。かもね。南島原もエブリィだもん。2日連続。2日連続、こんにちは。
白笹鼓。こんにちは。これプレゼントでも良さそう。矢櫃峠遠野岳。うん遠野岳って戸沢のところでステッカーももらった。かかっこいいね。っこいいの。暑いわ。暑い。いや、やっぱあそこ涼しかった。結構物がずれたね、車内のものが。うん3、40分山下りしてバッテリーはかなり回復してる。 13.4 ボルト。1時ぐらいにまた目覚めて3時ぐらいまで起きてて、達夫がちょっかい出してちょっと起きたついでにちょっかい出したそう記憶はある。私寝つきめっちゃ良かった。ちょっと馬乗りになってみたり。ちょっと結構ねムカついた。伊勢原の地酒。ここが売店なの。置いてあるこっち。雨降り菊湯醸造元。こんにちは。ワインセラーに入ってるのもある、お酒は。こちらの冷蔵庫に入ってる3段と上の段は一応要冷蔵商品になっております。はい。淡麗甘口が好きかも、一番。美味しい美味しい。絞りたて生原酒いいじゃない。これだけどあ700 720か。右のちっこいの何？これはあ、これは新用ですね。あ、失礼しました。こちらの小さいはいこれっすね。はい、純米のその2種類だけ300円のサイズ。はい。これで合わせて2本あるから今日は物足りないっていう事態はないでしょう。ないでしょう。ここにギリ収まりそうだ。すごいじゃん。一瞬で完了した。うん、優秀だね。リタイムさんの走行中でいいじゃん。うん。平塚市に入りましたね。平塚八幡宮。 U ターン気味にすれば入れるけど、だって右折しちゃったらもう入れないからいつも向こう側から来て入りよったもんね。その交差点ない。あれ？あれなんかさ、さら地になってんだけど。さら地になってるし。さら地になってる。なくなってたー。潰れてたー。出たじゃあ飯どうする？ー。夕ご飯難民です。トラスコ湘南大橋です。これ相模川を渡る橋で平塚から茅ヶ崎に入る。うん。相模川を境にね。あっちがボンゴを改造してた場所や。この河川敷。多分あの橋の向こうだね。ああ、うん、今電車走ってるそのまた向こう。懐かしくねここ。ああ、懐かしい。いつもさ遠出した後さ高速でそっから帰ってきて戻ってた。戻ってた。ここが湘南唯一の道の駅になるはずの場所なんだけど、うん、相変わらずまだ全然だ。何もできてない雰囲気。工事止まってるらしいんだよ。どっから入る？あ、ゴッテスサーフショップで湘南にいるときちょっとお世話になってた。圧倒的にお得だね。こっちの方ランチメニューのどこどこロコモコ。いやこの辺結構高いな。あ、ほんと。テンジャンポークイチアンバラヤと、はい、ガーリックシュリンプカレー。学生とかで、はい。普段2階でサンドバーやってるんですけど、1階でごめんなさい。はい。サラダバー付きだった。サラダバーは嬉しいですね。肉がもっとレアかと思った俺は。写真で見た感じ。スパイシーな感じだ。シュリンプはチンだしシュリンプでけえ。ゆっくりできましたね。梅子さん運転で。ちょっと頑張ろうと思って、なんか正直億劫だけど。閉まってない。あれ？インスター
まだ砂抜きが終わってないんだって。じゃあ明日買おうか。あ、わかりました。超でかい。でかいですね。なんかでかいわ。あー、かわいい。意外と歯鋭いんですよね、きっと。そうでもないの。穏やか、確かに。確かに。あ、顔が穏やかだ。5回ぐらい間違えて。声優とイオン。声優の後はじゃあどっかでお茶して時間潰すか。サードに入ったままです。ね、ローの方がいいよね。ニュートラルのままだよね。あそこ何があったっけ？めっちゃうまそうじゃん。綺麗なサブじゃん。クッキングシートに入ってた。ダイソーとか用事ない？一旦大丈夫。なんか雨降ったっぽいね。うん、あ、めっちゃ降ってた。全く気づかなかった。スケパーもオープンしてんだよね、これ多分。綺麗になってる。そっか、もう海開きしてるんだ。うん、カポが多いですね。まあでも休日に比べたら全然人いないよ。こんなもんじゃすごいからね、この特に夏は。たまに浴衣を着た人がいるから何かあるのか。花火？まさか花火。マジ？今日花火？浴衣いた？浴衣いた。まあだけど鎌倉でなんかちょっとさ着付けしてなんかそういう気分で歩こうぜみたいなのとかあるから。俺人生初サーフィンここだから、スクールでこの浜。今満ちてるけどここ砂浜になるんで。うん。人結構多いよ。平日だけど。あ、そうそう。初めて行く。アルファードとハイエースだらけ。うん。なんでか撮影来るかな。あ、観光で連れてきてるとか。あチャーターで海外の方々を。カード払いできる。なんかできた記できた憶ある。気がするね。明日表磯でしようか。あ、そっかな。浦安行くのもするか。ダイソー結構遠いよね。いけた。暑い。29.8 度だって。冷蔵庫はもう雪になったから変えよう。
くね？暑いですね。多分これ必要だよ。暑いな。7時20分から8時10分まで鎌倉花火。ここベスポジじゃない？ベスポジだと思う。6時までに飯を食えばギリ間に合う。させていただいてよろしいでしょうか。これも課題だよね。ワンオブ課題だよ。毎日ドキドキ炊飯。今日は成功するのかな。この暑さだとリアハッチ閉めちゃうとアウトだね。あ、無理。換気扇したところで。夏といえばナスビ。花火じゃなくて花火もそのダイソーのテーブルどう？ダメじゃないけど、キャラバンのやつでいいかなっていう、ちょっとたわむのがね。たわむんだよ、それ31度で湿度 74%。 すごい感じだぞ。鎌倉花火大会は予定通り開催いたします。はい。 7時20分から8時10分。5年ぶりなんだって。じゃあみんなめっちゃ気合入ってんじゃないの。サバが寄っておるね。味噌とチーズって相性がいいからできたー。暑さはちょっとあれだね。やばいですね。この換気扇はやっぱ足りないね。ちょっとね、これだけじゃね、夏の暑さはちょっと無理。かといってエブリィにクーラーをつけるほどかっていうと、やりすぎな気が。換気扇をパワーアップする手段としては12ボルトかボンゴの換気扇みたいな強力なやつを5連チャンぐらいにして調節と逆転ができるようにすれば結構なすごい換気能力になるよ。あとは反対側の網戸の場所、こっからこうだから換気の距離が足りないんよ。理想を言うとこの辺から吸気してこの辺から出すとかね、この室内全体で換気をするような空気の流れを考える必要があるよ。あるすごいあり。ある。いただきます。あ、これ台になるね。なのにしかもこの上ね座っても大丈夫なのよ、ダイソーの箱。マジで？いやこれ俺めっちゃ気に入ってたのに、なぜかダイソーから姿を消した。なんで？ダイソーさんねこれもっといっぱい作って。味噌チーズナスができた。いただきます。いただいてます。酒は花火見ながらにしようまっ。う。うまっ。今俺そんな暑くないわ。外からの風がすごい涼しくなってきた。あとあれだね、これ後ろ開けっぱにした時にここにつける網戸とかあったらいいかもしれない。チャックで出入りできるような。今ここならまだ大丈夫だけど、山とかで蚊がいっぱいいるところとかきついかも。味噌チーズナス。今回判明した課題はリスト化して優先順位をつけて対応していく。一番はやっぱエアマットだな。あれを首にするところからだよ。あとこの床に関してだけど、今これもまだ何のコーティングもしてないんで、やっぱ防水とか汚れ対策が必要だと思った。そうだね。どうしても落としちゃったりこぼしちゃったりあるから、あと私の血がついたこの辺に。ついた。クッションフロア貼るとか。クッションフロアはかなり扱いやすくはなる。今日のご飯は成功したのか。目分量だから。柔らかめだね。柔らかめ。芯が残ってなければ大丈夫。さざみそチーズ焼き。この駐車場から裏道を抜けて、今日はなんと江ノ島でお風呂に入る。あ、猫だ。にゃー。めっちゃ毛並み良かったぞ。あそこにもいる。江ノ島ってもともとすんごいとんでもねえ数の野良猫いたんだけど、なんかある時を境に激減した。多分駆除された。俺の予想。江ノ島って結構変な形してんだけど、駐車場はこの湘南港のたもとのこの辺でこう来た。でこっちのこの辺に向かってるね。ここにあれが風呂がある。こう磯がずらーっと続いてんだよ。みんな花火見に来てんだろうな。とびっちょがこんな空いてんの珍しいよ。牡蠣がいる。牡蠣なんて取れるの？この辺。
材を取れるね。今日の風呂来た。空いてそう。天然温泉プラン2000円。タオルは別。ロッカーのキーは左に回してから左上にスライドさせると受けます。左に回して左。屋上を出て右の方に行っていただくと鎌倉方面には面してます。おああ、じゃあちょっと私見てみようかな。天候とか雲行きにもあると思うんですけど。ちょうどいいんじゃない、うんゆっくりしたらね。江ノ島スパの屋上行ってみたけど鎌倉方面見れる場所少なかったからちょっと一旦車に戻ります。爆馬だわ。おかえり。江ノ島スパさ、かなり良かったわ。よかった。なんか髪とか乾かすところがね、一人ずつブースになってて、そうめっちゃ快適すぎてやばかった。あと夕日めっちゃ綺麗じゃなかった？夕日綺麗だった。うん。換気扇つけてるとね、シェードがこうつかないようになっちゃったから、これは工夫が必要。本日も頑張って寝床を作りました。かなり頑張った。大変だったね。そして蚊にも刺されました。これね、やっぱ頑張らずに寝れるようにしたいわ。したいね。寝るために頑張るのちょっとおかしいと思うんだ。本末転倒ですよ。やっぱ常設ベッドだな。ヌカカが大量にいるからマジでヘッドライトつけたら地獄だな。ここは足場は安全だ。本命はカマス。このタックルで青物かけても多分取れないから。変えるか、仕掛け。イワシ、カマス。オッケー、これで。お、当たり乗らねえな。あー、その辺でポコポコしとるわ。お、来た来た。あれ、当たりはあるけど食わない。重りの方に食ってんのかな。
れでどう？意外と釣れんじゃね？来たでしょこれ。今度こそ来たー。本命。水くんか。唐揚げとかにしたら最高の美味だから。よく言えばもっと小さい方が美味。唐揚げはどんどん来い、どんどん。お、来たぞ。いいね。これ2匹ぐらいかかってんじゃん。よっしゃ。あー、落ちた。そう、こんなに沈めなくていい。来た。バレんなよ。よっ、ちゃんとかかってる。またサビキの方にかかってたな、結局。来た。お土産いっぱいするぜ。このカマスを泳がせても面白いけどね。カマスちゃん。来た。よし。来た。あ、2匹ついてる。やったー。かわいい。超かわいい。来た。あ、2匹だった。おもりに食った。あ、これはね、イワシだね、カマスじゃなくて。ゆめちゃんうまいけど、今クーラーボックスないからいいや。結構手前で来た。カマスパラダイス。あ、やべ、丸飲みや。海子爆睡中なんで6時過ぎね。じゃあ6時過ぎまで放浪するか。ヌカカかな。めっちゃ虫が飛んでんだけど、このあんま寝れなかったっすか。ちなみにね、爆鳥でした。本当？カマスがやったよ。19匹釣れた。カマスご飯作るんや。確か3000円ぐらいだったよ。うん。バッテリーは夜の間に 95% ぐらいまで減って走行充電で持ち直しているところ。懐かしい。懐かしい。前も来たことあるんだけど。30分300円か。高えな。江ノ島価格です。朝飯を食います、今日は江ノ島で。なんか水のサービスがある。うん。ありがたい。小屋って割にはでかいよね、建物。お待たせしました。先頭の方にお願いします。入店前から清掃している方。あ、たまにいるんだろうね。何名様でしょう。2人で。はい。テラスと店内どっちが一緒。
テラスで。ちっちゃく回ってくれた奥で。海ビュー。どっちがいい？これね、これにするわ。その二郎のためにいろいろ調整してるよね。二郎が11時で、うんうん。イーストが何時からか。ちなみにネギ屋は11時半からだよ。中のメロンの方にごまだれの味付いております。大きく混ぜていただいて、おのり4等分に切っていただいて、小さく切った上に乗せるか巻いていただくか。を4等分にしてメロとかも最高でしょ。ね。アジってことでしょ。うん私はしらす丼にした、釜揚げしらす丼。あ、みょうが入ってんのいいじゃん。いいね。朝飯を外食するなんてほぼないよね。アジじゃなくて稲田の可能性ある。茶漬けに変わったぞ。富士山が見えませんね今日は。水温チェック。夏の水温だねこれは。ぬるいね。余裕で泳げるね。泳げる泳げる。一旦ちょっと海水浴しよっかじゃあ。海水浴しよゴーグル置いてきた。う。これ持ってる。気持ちいいね。ダイソーのゴーグルめっちゃいい。オッケー、なんか江ノ島バックで今めっちゃいい感じよ。一応これ使うわ。何この方。これ全部ボラや。ボラとフレンドになる。おーいボラたちー。おーいおーい逃げないでくれー。あー楽しかった。2時間ぐらいいたかな。あれ1200円でした。いや超楽しかった。ボラたちとね泳げたわ。こんな爆撃の建物。そう昨日気づかんかった。昨日これ気づかなかっ昨日私これあって言ってたんだっけ。モーニングなるた。普通にモーニング食えちゃいそうな気。なんか多分海入ったからだな。豆乳レアチーズケーキうまそうなんだけど。豆乳。あ、うまい。ビヨーンっていく。ビヨーンって。お願いします。トゥルルー。トゥルルー。多分吸った。最悪やー。あー、これは最悪やー。あー見えなくないこんなの。見えにくかった。確かに。ここのこれ見とかなければいけなかった。そうちょっと低いでもから。そこ見ててもわかんない。でキャラバンみたいにそこに前にこれがないからさ、げんこつミラーが、なんかまたぶつけそうで怖いけどさ。大丈夫大丈夫。そう最悪なんだけど、こんなんさいいでしょ。多分誰がやってもぶつけるから。ちょっ
とあれだな、オルタネーター変えるときに見てもらおう。相談してみよ修理あるいはバンパーの交換になる可能性すらある。今のちょっとさ、これ欲しくない？これ知ってる？わかる？これキャラバンにあう。るミラーね。このなんかいやー見えなかったよ、これ何にも何にも見えなかったよ。ジローいけるから。まあジロー行くわな。よっしゃ、ついにジローをゲットできた。で、カマスがいて、いや圧倒的に入らない。牛乳、チーズ、ナス出していいかな。カマスはちょっと譲れないんだよな。ジローでかい。カマスは出したらもうただ腐るだけだろこれ。いや、ネギは久しぶりだ。久しぶり、超嬉しい。ジローはテイクアウト、家で食べる。今日の昼はネギ屋っていうラーメンの家系にちょっと似てる感はあるけど、そんな似てない。並んでますね。まだ遅い。で、ここの駐車場はキャラバンだとかなりきつい。イブリちゃんならどういうですね。ちゃんエブリなので、ちょっとショックだな。宇宙レベルで考えればこの傷などね、無に等しい宇宙レベルで見ちゃう。そう渡りガニ釣りたいの。ザリガニが釣りたいんだよ。美味しいだろうね、渡りガニ。違う、焦がし玉ねぎ、ネギラーメン。どれ？で、私はネギトロラーメン。大量のニンニクがいるから。ネギと山芋。いただきます。いただきます。入り口で煮込んでさ、玉ねぎの汁入ってるよこれ。甘みがあるね。そう。やってる。ごちそうさまです。でも俺人のこと言えない。運転に関して。吸っちゃったわ。今後続車焦っただろうな。鵠沼といったらイーストだよ。ジローとイーストを買いに来たようなもんだよ。湘南に来た目的は。今日はやってるね。マジで気まぐれで休むからね、この店。イエーイ。なんかついでにお茶でもしていきたい。あと一杯飲んでかない？俺なんかいろいろ電話とかしないといけねえからさ。いただきます。水出し飲める？なんか水出し前私一回飲んだことあって。ああ、いけたんだ全然飲みやすい。本当？じゃああれだよね。鹿児島の長島の道の駅で飲んだんだよね。そう。飲める。まあでもコーヒーだよね。でもねこれはね。まあ全然飲みやすいねコーヒーとしてはね。でね、ブルーマウンテンブレンドがね絶対に俺買うから。あ、すいません。後でブルーマウンテンブレンドの豆を 200g。ブルーマウンテンナンバーワンがないですか？売れちゃったんですよ。あら。わかりました。ナンバーワンブレンドはもう絶対おすすめ。残念。いや絶対僕毎回それ買ってるんですけど。ありがとうございます。残念。ナンバーワンがね完売。他におすすめなのってありますか？ハワイカウっていうのが 100g1940 円ってナンバーワンと同じなんですけど、半額くらいの 100g1080 円でご提供。なぜかっていうとハワイカウから直接工場にこのお豆が入ってるんです。
その豆がハワイの品評会で優勝したお豆おお、だということで、そのハワイのやつください。 200g。 はいお豆お引きしますか？いや、豆のままで。はい。去年までこの近くに住んでてよく来てたんですけど、今千葉に引っ越しちゃって。千葉の奥から来てくれたの？はい。ありがとうございます。来たら絶対にここ来てます。応募することもできますので、あ、なんかネットでも買えるんですもんね。なんかね、ネットでね、月曜日に取材があって、これ楽しみ。ハワイから直送してるって言ってたね、豆を。じゃあ今から海子運転で、俺やったらね事故っちゃうからね。この後は葉山方面。そう葉山方面に行って、それで千葉に帰る。ちょっと見たい海岸が。森戸海岸っていうところ前から気になってたけど行ったことないんだよ。バイバイ湘南。湘南バイバイ。湘南がどこまでかって話もあるけどね。確かに。鎌倉まで湘南だと思うな、多分。逗子葉山はちょっと違う気がする、俺の中で。鎌倉から大磯が湘南だと思う。鎌倉に入ります。鎌倉。稲村クラシックっていう伝説のサーフィン大会の会場、そこです。天候次第じゃない、開かれるかいいのか。そのウェイティングするんよ。この日が良さそうってなったらウェイティングに入って、そこで照準合わせてやるんよ。ロマンが日が決まってるんじゃなくて。稲村ヶ崎でした。はい。由比ヶ浜にさ、毎年さ、今来てるかわかんないけどデフテックが来ててさ、俺デフテック好きだからさ、一回行ったことあるよね、一緒に。行ったことある。私と達夫と、あと私の友達。会社の友達何人か。懐かしいよ。だいぶ前。付き合う前じゃねえや。だね。俺その時確か辻堂に部屋借りてて、サーフィンしたりしてたっけ、その時から。一緒にサーフィンしたりしてた。デフテックのライブ無料で見れるの激アツだったよ。そう、なんか普通にビーチでそこでやってるみたいな感じそうだったよね。海の家で普通に歌ってる。ミコは今でこそ全然そんな飲まなくなったけど、昔は結構強くって飲んでたよね。飲んでた。なんか三茶に住んでる時にさ、イエガー飲み放題の店があってさ、イエガーを飲み放題してたんだよね、ひたすら。500円で家が飲み放題みたいなのに行かれてる店があって、三角街の片隅にある、あそこ行きまくってたね。今はなんで飲まないの？そんな。今なんかそんな別にたくさん飲みたいとは思わない。金かかるし健康にいいわけでもないしね。まずは健康だな。睡眠がやっぱり一番大事っていうので、やっぱりお酒を飲むと睡眠の質下がるから嫌だっていうのは。はいはい、神社の駐車場がコインパーキングになってるのかな。最大3300円で30分550円だって。なんか神社があるんだね、そこにね。頼朝のなんかと裕次郎さんのなんかがあるんだよ。石原裕次郎。私のお父さん裕次郎なんだっけ。あ、そうだったね。顔が。ここ結構ガチ泳ぎスポットじゃない？ガチ泳ぎ、ガチ泳ぎの人いるわ。あの鳥居の周りがあれイカスポットらしい。ここガチ泳ぎ最高じゃね？なら江ノ島の100倍ぐらい綺麗だ。めっちゃ綺麗。ここサップできんじゃん。いいじゃん。7月8月は高いけど、それ以降は1100円だよ、最大で。平日だったら安いじゃん。トイレもなんか近くにありますね。トイレが何？トイレがなんかギャルの化粧場になって占領されとった。あ、マジで？でトイレできなかった？いや、してきた。落ち着いてていいね。何か、ベンチあんじゃん。最高じゃん。なんかすごい穴場感あるけど、こういうところにもギャル来るんだね。なんかさっきの人たち由比ヶ浜とか行きそうな雰囲気の人たちだったんやけど、なんかこの場所を選んだっていうのがなんかちょっと親近感湧くわ。多分人混みが苦手なギャルなんだろうね。でかつあと綺麗な場所が好き。
うん、透明度とかもちょっと気にしてる、うん、透明度水の透明度気にするギャルだな。うん朝まで湘南で泳いでおったカマスちゃん。16から18センチぐらい。今日のタンパク源。いいよ。おおー、いいねち。なみにこれはかまどさん電機っていうスーパー高級炊飯器。釜なんだよこれ。焼き物なんだよ。海子農園のネギを散らしました。あ、いいね。収穫したのさっき。そう、今収穫した。お腹あんま空いてないから質素な感じで。サラダ、豆腐、トマトでかますご飯。うまい。うん、うまいね。釣った魚を食べるまでが釣りだよ。うん。いただきます。